人工音声でも、やや恥ずかしいんですが、鳥山先生を忍んでみました。漫画の扉絵に出てくる、数々の乗り物たち、子供時代、友達とよく真似をして書いていたことが、思い出されます。非常に残念です。さて、今回は、オーバーレーシング様の、ハンドルライザーについてです。ハンドルライザーは、トップブリッジの上についているハンドルバーを取り付ける部分です。ストレート形状と、手前に倒れているプルバック形状の2種類があります。ノーマルのライザーは、やや手前に倒れているので、形状としてはプルバックかな。オーバーレーシングのハンドルライザーは、ノーマルより高さがあり、手前の傾斜も強いプルバックのものとなります。35mm アップして、35mm バックするようです。結構姿勢が変化しますね。ちなみに、ブレーキやクラッチのケーブル類は、ノーマルのままで問題ないようです。これは良いですね。ケーブル類の交換は、地味に面倒な作業なので、付属品として、ノーマル用のメーター取り付けステーが付属しますが、私はメーターを交換しているため、使いません。私の付け方は、後でご報告します。さて、取り付けですが、ヘッドライト上部のカバーを取り外し、トップブリッジの裏からライザーを取り外し交換します。ノーマルライザーからの交換の場合は、簡単な作業ですが、先に外したハンドルをどうするかなど、少し面倒かもしれません。私の場合は、セパハンからの交換だったので、ライザーもハンドルも同時に取り付けた状態で、各操作系のパーツを移すだけだったので、楽に作業をすることができました。ご覧の通りです。ただ、セパハンの時に、ブレーキホースを短いものへと変更していたため、長いものへ変更する作業が必要となりました。ノーマルのままだったら、必要のない作業です。そして、メーターの取り付け位置です。私の使っているエース6000の取り付け枠が、ノーマルメーターステーと一緒のサイズだったため、ノーマルの位置に取り付けたのですが、横から見た時の、この雰囲気が好きじゃなく、また、メーターが遠く、見づらく感じたため、位置を変更しました。ハンドル取り付け部から横にステーを出し、そこにメーターを取り付けました。先ほどよりは、メーターが近くなり見やすくなりました。見栄えはよくありませんが、ホース類もまとまっています。ただ、この部分は、今はカイラシールドで隠れています。取り付け後のポジションの違いですが、こちらが、セパハンの時のポジション。ノーマルライザーに変更するとこの位置になります。そして、今回のオーバー製ライザーを装着すると、このポジションとなります。見た目の姿勢は、セパハンと比べ、随分変わりますね。今回ご紹介したハンドルライザーですが、ハンドルの位置が手前になるため、私のように小柄な方は運転が楽になると思われます。ペダーの位置も近くなりますしね、操作性にも影響があります。ただライディングポジションが変化しますので、乗り味については好みが分かれると思います。もちろん攻める方には向きませんね。溢れる脂肪により、前傾するとお腹が苦しい方や、体幹が弱ってきて腰が辛い、私のような中年諸君には、おすすめできます。ただバックステッドには合いませんので、ノーマルステップか、前回紹介したミドルステップと合わせるのが望ましいと思われます。見た目を重視すれば、小ぶりなメーターに変更し、ハンドル周りのパーツをできるだけスッキリさせた方が、かっこよさそうなんですけどね。今の多機能メーターやカイラシールドの暴風効果も捨てがたいので、このまま乗りたいと思っています。こちらの商品も、ミッドステップと同じく廃盤品です。こちらは時
々オークションなどに出品されていますので、気になる方は確認してみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。